今回は自宅で簡単に作る酒粕ベーコンの作り方をご紹介します。ベーコンをスーパーで買うと意外に値段が高かったり添加物が気になりますが、自分で作れば市販より安く安心安全、想像以上に美味しく仕上がりますよ。早速作っていきましょう。このチャンネルでは体に優しい季節の料理や暮らしに役立つ情報などを配信しています。ご興味ある方はぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。今回は豚バラ肉を使って作っていきます。ロース肉でもできますので、お好みのお肉をご用意ください。お肉にフォークを刺して穴を開けます。全体的に穴を開けていきましょう。後で酒粕に漬け込むので、酒粕が染み込みやすい状態にします。お肉の下準備はこれだけです。ジッパー付き保存袋に入れておきましょう。次はお肉を漬け込みます。美味しいベーコンを作るポイントは酒粕です。今回はバラ粕を用意したので、ここに水と塩を加えてペースト状にしていきます。以前の動画でご紹介した塩酒粕ペーストと同じものなので、そちらを仕込んである方は塩酒粕ペーストを使ってくださいね。ブレンダーやミキサーに酒粕 50g、水 35ml、みりん大さじ1/2、塩大さじ2/3を入れます。滑らかになるまで混ぜていきましょう。ブレンダーがない場合はすり鉢や袋でペースト状にすることもできます。袋で作るやり方も以前の動画でご紹介していますので、ぜひご覧くださいね。これから酒粕を購入される方は、もともとペースト状になっている練り粕を購入されることをお勧めします。練り粕で作る場合は、みりんと塩を加えてホイッパーで混ぜるだけなので簡単です。袋の中に酒粕ペーストを入れます。よく揉み込みましょう。酒粕が多くついている部分、少ない部分で味にムラができてしまうことがあるので、まんべんなく塗っていきます。この酒粕ペーストをお肉に塗り込むことで、酒粕効果で臭みが抑えられて旨味が増し、しっとりと柔らかくなります。一般的なベーコンは塩と砂糖をすり込んで味付けをします。砂糖を入れることで味をまろやかにしたりする効果があるそうですが、意外にもたくさんの量が使われているんです。お砂糖を入れなくても酒粕で驚くほどまろやかになりますよ。よく馴染んだら最低でも1日、できれば3日間、冷蔵庫で寝かせます。3日経ちました。お肉の水分が出てきているので、キッチンペーパーで水分をしっかりと拭き取ります。酒粕がたくさんついていると、その部分だけしょっぱくなってしまうので、軽く拭き取っておきます。よく拭き取ったら、ベーコンの端を少し切り落とし、焼いてから味見をしてみてください。味に問題がなかったら次の工程に移ります。しょっぱかったら水につけて、時々水を変えながら2時間くらい塩抜きしましょう。今回は問題なさそうなので、このまま次の工程に移ります。
これからベーコンをスモークしていきますが、オーブンで焼く方法とフライパンで焼く方法を2つご紹介しますので、お好きな方で作ってくださいね。簡単に作りたい方はオーブンがおすすめです。天板にアルミホイルを敷きます。スモークチップを用意しました。100均でも売っているそうです。わざわざスモークチップを用意するのは大変なので、代用として麦茶などの茶葉が使えます。麦茶以外にも紅茶、ほうじ茶、ジャスミン茶、コーヒーなどどんなものを使っていただいても構いません。個人的に一番燻製に近い味になるのは麦茶だと思います。ティーバッグを使う場合は3パックくらい使ってください。スモークチップは大さじ3入れます。多く入れると香りがつきやすくなるので、お好みで大さじ5杯くらい入れても大丈夫です。ここにお砂糖を大さじ1入れます。このお砂糖は色づきを良くするためだけのものなので入れなくても大丈夫です。スモークチップにお肉が当たらないようにアルミホイルを丸めて高さを出しています。100均で購入した網を設置しました。網をお持ちでない場合はアルミホイルに爪楊枝で穴を開けて網の代わりにしてくださいね。網の上にお肉を置いたら130度に予熱したオーブンで70分焼きます。次は鍋やフライパンでの作り方もご紹介します。空炊きができるものか、使い古して傷んでも問題ないもので作るようにしてください。フッ素加工を施してあるものは使わないでくださいね。空炊きできるフライパンはこちらをご参考にしてください。鍋底にアルミホイルを敷きます。豚肉の脂が垂れて鍋が汚れ、掃除が大変になってしまうことがあるので、しっかり大きめに敷いてください。スモークチップを大さじ3、茶葉の場合は 2,3 パック入れましょう。色付けのための砂糖を大さじ1入れたら軽く混ぜ合わせます。100均で購入した丸い網を置きます。その上にお肉を置きましょう。大きくて入らなかったら半分に切ってください。我が家のコンロはセンサーが働いてしまって長時間使えないのでカセットコンロを使います。鍋蓋に穴が開いているのでボウルで代用しました。最初は強火でスタート。換気扇は全開です。しばらくするとこんな感じで煙が出てきます。こうなったらごく弱火にして30分ほどスモークしていきます。オーブンで作ったベーコンが出来上がりました。こんがり焼けています。本当は焼けたら一旦冷ました方が切りやすいですが、あまりにも美味しそうなので早速いただきます。オーブンで作るとフライパンバージョンのように煙でスモークするわけではないので色づきは若干薄いですが、香りは程よくついています。せっかくなので焼いてからいただきます。
ジブリ飯みたいなベーコンエッグにします。このベーコンはお弁当にもサンドイッチにもパスタにもよし、ポトフなどのスープに入れたりといろいろなお料理に活躍します。市販のベーコンは添加物がたっぷり入っていると知ってから買えなくなっていたんですが、自分で作ってみたら市販のものより美味しくて買う必要がなくなっていました。以前は塩だけで漬けていましたが、酒粕で漬けるようになってから格段に美味しくなりました。酒粕には米の発酵から作られるアミノ酸が豊富に含まれていて、これが旨味の元になっているからだと思います。お肉の臭みも消してくれています。噛めば噛むほど旨味と甘みが感じられます。こちらのベーコンも完成しました。煙でしっかりスモークしたので色づきもいいです。ベーコンを簡単に仕上げたい方はオーブン、燻製にして本格的に仕上げたい方はフライパンでやるのがいいかもしれません。私は簡単にオーブンで作ることが多いです。香ばしい。しっかりスモークされているのでお酒が進みそうです。柔らかくて美味しい。もし鍋が汚れてしまった時は水 500ml に対し重曹大さじ2を入れて蓋を開けたまま中火で10分ほど沸騰させます。その後は鍋が冷めるまで待ってからスポンジでこすると簡単に汚れを落とすことができます。今回はおそらく敷いたアルミホイルのサイズが小さかったと反省しています。こうならないために皆さんは大きめに敷いてからスモークしてくださいね。すぐに使う分は冷蔵庫で1週間から10日ほど保存できます。使わない分は冷凍で1ヶ月くらい持ちます。スライスしてから冷凍すれば使いたい分だけ取り出しやすいです。とても簡単なのでぜひ作ってみてくださいね。最後までご視聴していただきありがとうございました。